何がゴールデンウィークだ。3週間ぐらい強制的に休ませなさい、国は。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望とともに寄り添っていく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそ。ね、ライブハウスネガティブマンルームへようこそっていうね。ということでね、始まりました。また今日はね、自己紹介は省いていいですかね。まあ簡単に言ってしまえば人類の敵ですかね。人類の敵です。そう。世界中の人々が暗殺をしに来ないのが不思議なぐらいのね、人類の敵ネガティブマンと申します。そうです。忘れてました。ということでね、今日はね、先日行われた東京15区における選挙妨害についてね、思ったことがあったので、そうね、話したいなと思います。結論から言ってですね、まあね、翼の党とかいうね、人たちがね、いろんな他の候補者たちにね、議論をふっかけたり、質問をしようとしてね、追いかけ回してね、いろんな事件、妨害行為とも取れるようなことをね、して騒ぎになりましたね。そう。そして立憲民主党が勝ったんでしょ。ね。意味不明なね。そう。まあ結論から申し上げて、私はね、そう。妨害行為というか、ね、各種いろんな権力を持ったね、ろくでもない候補者たちにこうね、質問議論をふっかけるっていうのは大賛成ですね。私はちなみにね、世界を滅ぼすチャンネルの運営者としてはね、支持政党はもちろん自民党なんですね。そう、もちろんですよ。皆さんはね、次の総選挙も自民党に投票しましょう。必ずやね、日本を滅亡に導いてくれますから。もうね、こんなもう分かりやすい当たるね、なんて言うんでしょう、こんな期待に応えてくれる政党はありませんよ。ね、もう日本は滅亡していると僕はね思っていますけれどもね、さらにねとどめを刺してくれるんじゃないのかな、そういう期待をね自民党にはしているのでね、頑張っていただきたいと思います。そうそうですね。そう、あれですよね、選挙妨害でも何でもないですよね。有名無名問わず、なんかこうね、こう生きがってる、そうね、小池百合子とかねが支持した乙武さんとかね、いろんな有力候補者たちにね質問をぶつけに行って議論をしようじゃないかって言ってるだけですからね。あんな妨害でも何でもないですよ。実に正当な行為だなと私は思います。大体ね、 SP にね固められた連中だとかね、なんか政党の区議だとか、なんか関係者に守られてね、なんて言うんでしょう、そういう鉄壁のブロックで守られてるようなね候補者たちがね、庶民の気持ちが分かるわけがないんですね。そうだから全然攻撃は正当であると私は支持したいと思いますね。そもそもですよ、結論から申し上げて、あれじゃないですか、全くもって
ね、日本の政党政治というのはもう崩壊しているわけですからね。自民党なんかもう脱税裏金議員を野放しにしているわけですから、もうろくなもんじゃないですよ。もう司法も何もあったもんじゃない。あったもんじゃないですね。そう。そして政治家になる連中はもうほぼほぼ上級国民か上級国民の息のかかったね、もうくだらない薄汚いね、おっさんおばさんね、またはなんて言うんでしょうね、ネームバリューばかりなんて言うんでしょう、世間に知れ渡ったね、意味不明なね候補者たちを立ててはね、そういう権力構造の中において、もう上級国民か上級国民の奴隷しかね、政治家になれないみたいなね、ほぼほぼ有名人、インフルエンサー的なね人たちしかね政治に関われない時点でね、もう狂ってるんですよ、この国はね。もう狂ってるね。狂ってるやつらに狂ってますよっていうことをね伝えようと頑張ってね、議論をふっかけていった連中は全くもって正しいと思います。もうね、ろくでもないですから、ろくでもない連中なんですから、ろくでもない連中にね攻撃されてももうそれがレベルなんですから、レベルとしてはね同じなんですね。いや同じっていうか、もう非常に劣悪でね、もうろくでもない政治家たちなんですから、守る必要もなければね、そもそも度量が足りないですよね、連中はね。そういう議論をふっかけられたらもう5時間でも6時間でもね議論をすればいいんですよ。ああいうのって多分ね、その場所その場所で時間がね限られてるんでしょうけどね、道路許可証みたいなものを取ってるその場所でね1時間2時間って決められてるんでしょうからね。でもね、ろくに質問に答えないくだらない演説とか応援演説とかをね聞かされるよりも、なんか生きったお兄ちゃんとか生きったね泡沫候補にね議論をふっかけられてね逃げ回るよりはね議論をすればいいじゃないですか。私ならもう余裕でもうね、時間の許す限りね、場所に移動して、あれですね、その場所で議論の続きをしてね、こっち来いよっていう感じでね、やると思いますよ。いいんですよ。議論っていうのはそもそもディベートっていうのは負けていいわけですからね。特に政治家は負けていいんですよ。私の主張はこうであるみたいなね、こうである、ね、絶対これは譲らない、間違ってると言われても譲らない、ね、お前らに文句を言われようともバカにされようとも絶対にこの信念は変えないぞ、消費税廃止、絶対廃止とかね、そういうことですよね。だから全然議論に負けていいのに、なんでああいうのね有名な候補者たちはね逃げ回るんでしょうね。そのことに私は非常に憎しみを感じてイライラしたんですね。そして喧嘩をふっかけている連中、喧嘩じゃないですね、議論をふっかけている連中がねぐだぐだ攻撃を仕掛けてるのを見てね、非常に喜ばしいことだなと胸が熱くなりましたね。めちゃめちゃ叩かれてますけれどもね、彼らはねめちゃくちゃ売名行為でもあるでしょう。でもいいじゃないですか、お互い様じゃないですかね。選挙の時に売名行為をしないでどうするんでしょうね。むしろ選挙の時ばっかり売名行為するじゃないですか、ね、どうせ選挙の時なんて売名行為のあれなんですからね。己の度量を見せる場面で逃げ回るっていうのは本当に卑怯でね、正直でなく臆病ですね。ダメですね。正直じゃないっていうのは臆病ってことなんですよ、ね、議論に負けていいんですからね。
ね、自民党候補や立憲候補や維新候補とかね、あといろいろありますけれども、どいつもこいつも逃げるね、ろくでもないですね。そんなやつが庶民の意見を庶民に寄り添ってね聞くと思いますか皆さん。ね、私あんまり政治の話はしたくないですけれどもね、今回なんかこうね、そういうなんていうんでしょう、世を乱そうとかね、日本のねこうなんていうんでしょう、有権者は本当にね、もうクーデターとかね、テロとかなんでしょう、暴動だとかデモとかね、全然起こさないですからね。もう起きても不思議じゃないぐらい我々庶民はね苦しめられているわけですからね。その苦しめられてる気持ちを代弁して議論をふっかけた連中を僕は正しいなと思って支持しますね。もう気持ちいいぐらいですよ。もっと過激でもよかったと思いますよ。もっとね、なんか倒されたとかスマホ落とされて壊されたとか、もうちっちゃいことをごちゃごちゃ言ってましたらね、バカバカしいね。そうじゃないでしょ。で正々堂々とね受けて立てばいいんですよ、ね、で負けてもいいんですよ。政治家なんですから、もう余裕で負けていいですよ。もう論破されていいんですよ。でもそんなこと関係ねえと、俺はこうだと、私はこうですと言えばいいんです、それを見た庶民が、こいつならこうね、どこまでも信用できそうだなってこう思うわけじゃないですか。最大の売名行為のチャンスを自ら潰す、そのね闘争行為、逃げるっていうね、非常にね今の現代の政治家をよく表している姿だなと思って、私ねもうイライラしたんですけれども、憎しみとともにね、そうなんですよ。もっとね突っ込んでもいいと思いますね。そしていろんな政党の連中がいろんな政党、なんて言うんでしょうね、演説している中に乗り込んでいってね勝負を仕掛けるぐらいでいいと思うんですよ、ね。おとなしすぎますよね。おとなしいしね、有名であればあるほどね SP だとかね、こう警備の層が厚くなってね、全く候補者と触れ合えないね、やじも飛ばせないね、よくない、非常に不健全ですね。ね、政治家ってそもそもね、大昔は政治家なんて言葉がない時代は終戦家と呼ばれていたわけですよね。周りの州にこう斡旋の線ですね、終戦家。政治家じゃなくて終戦家と呼ばれていた時代もあったわけですよ。つまり何なのか、それは周りと周りね、いろんな利害関係を調整する人間だよってことですよね、政治家って要するにね。だからね、庶民と権力者の間を取り持つ、なんて言うんでしょうね、いろいろな社会問題を意見と意見を取り持ってこういい落としどころを見つけてね、三方一両損みたいなね、三方一両得みたいな、そういう形をこう実現させる人たち、終戦家ってそうですからね。いつからあんなに偉そうになったんでしょうね。もうろくでもないですもんね。というね文句をねどうしても言いたくてね動画で話してみましたけどもね、伝わったかどうか怪しいですけど、いいんです、伝わんなくてもね。世界を滅ぼすって言ってる割にはね、こうね正しい政治家の姿勢は何だみたいなねことを言う。あまりにも
あまりにも我々庶民がね、今貧困と労働の負荷によってこういじめられてもう死にそうで苦しいですからね。結局のところね、根本の政治っていうね部分においてやっぱりこうね、いい方向にね全然持っていけるのにね持っていってない。そう、この世界は地獄でありこの世は地獄ですけどね、もうちょっとやりようがあるだろうっていうね。そうね、上級国民や上級奴隷ね、経団連だとかね、財務省とかね、そういうね一部のね、もう私何度も言ってますけれどもね、日本を再生するには上級国民と上級奴隷をねみんな滅ぼさない限り無理ですからね。やっぱりそういうそれが嫌ならばね、先ほども申したようにやっぱり落としどころをしっかりとしてね、なんて言うんでしょうね、しっかりと庶民も支えていくっていうね、そう奴隷に優しくしていくっていう社会にしないとね、そろそろね日本の場合はただただ衰退してね滅んでいくんでしょうけれどもね、外国人観光客にいくらふっかけてもね、喜んで外国人観光客はお金を出しているこのゴールデンウィークにね、このね日本の政治というものを、ね、憂いつつね、そのまま滅びればいいよっていうね気もしますし、なんて言うんでしょうね。そうただなんて言うんでしょうね、ツイッター上だとかネット上だとかテレビでもそうですけれどね、ああやって議論をふっかけて追いかけ回してね、選挙妨害だって言われていたね人たちがものすごく叩かれてますけど、私は全然何の問題もない。もうむしろ甘いぐらいの気持ちがね、もっとやっていいんじゃないのかな。あの人たちだけじゃなくてもういろんな政党のやつらがこう国会で殴り合うぐらいにならないとねいけないんじゃないのかな、そう思います。そう受けて立てばいいんですよね。そうなんて言うんでしょうね、損して得取れみたいなね、そういう意識が欠けてますよね。その逃げる姿だったりこうね排除する姿を一体誰が見てるのかね、有権者が見てるんですよ。私のようなねこう奴隷労働に日々憎しみを募らせているね、そうしがないね貧困労働者が見ているわけですよね。あんな突撃ぐらいで逃げる政治家に一体誰が票を入れるんでしょうね。そして東京15区のね有権者の皆さんはねいいですよ。言いたいことを言ったので今日はこれで終わりますけれどもね、日本はすでに滅亡してますからもうね手の施しようがないですけれどもね、ちょっとものすごくね憎しみを抱いたのでイライラしたので動画にしてみました。それではね、明日にも今日にもね世界が滅びますようにお祈り申し上げます。ネガティブマンでした。